の体がおのずとねいい姿勢で正しく動けるようになりましたね。もう当然腕パンパンになるんで筋肉使えないんですけど、みんなパンチ力上がるんですよ。考えずに目をつぶってやったら意外とあれさっききついなと思ったらきつくないなとか、そのいや無理無理全く動かない。あわすあわすいや私も手を痛い。はい、どうぞ、普通に。視覚を制限すればいいけど、そう面白いですよね、でこれはだからね、甲冑の鎧武者の感じなんですよね。この前に写真が出て、ほんで綿棒って言って、この下顔半分のやつを覆う顔を守るためのやつなんですよね。で口が穴開いて、下鼻に呼吸のために穴開いて、でだからこういう感じなんですよね。甲冑つけると。でこれってこの目のつけたのと同じような感じなんですよね。やっぱり戦場に行くっていうことはそれだけこうだから昔の戦場の戦場っていうのはもうお互いに合気が使える状態でやり合ってるってことそうだよね。ですね。中世のヨーロッパの騎士の面もいろんな種類のがありますけど、やっぱ目のとこがこうなってたり、いわゆるロボットの顔みたいな、なんかこんなんもありそうそう、ますよね。こんなのもね、こういうのヨーロッパの甲冑にしても日本の鎧にしても15キロに10キロあるじゃないですか、はい、ヨーロッパでもっと重いからね、そんな動けないやつはいいじゃないですか。そうですよ。なんでかって言ったら YouTube にあるんですよね。アメリカとヨーロッパでね、甲冑をつけて同士で叩き合う。普通に動いてますよ、本当に。もうなんかそれ YouTube かなんかで見たことある気がします。あれでしょ、やってるでしょ。なんか競技みたいな感じでもう甲冑着合ってやるって叩くだけじゃなくて突き刺したりとかしてる、結構ガンガンやってますよね。いや、そういや今思い出しました。昔スイスに住んでたから、そのスイスの田舎の方ちょっと観光に行ってた時に土産物屋があって、そこに飾り付けで鎖片びらがあったんですよ。なぜかあれ欲しいなと思って「いくらですか?」って言ったら「いや、それは売り物じゃないと、飾りです」と。ちゃんとした中世の騎士が中に内側に着てた鎖片びらですと。どうしても欲しいんで日本から来たんだとか言ってじゃあって言って結局当時日本円にして5万円ぐらいで買ったんですよ。で重いんですよ。ぐしゃぐしゃとなってる時は重いの。でもそれをね着たらそんなに重さ感じないんですよ。でかつそれを着ることで体をこう動かすとね、鎖片びらがそのスッとこうきれいに広がるように向く時とまとわりついてくるように動く時じゃね、自分の姿勢が悪い時はまとわってくるんですよ。ところがね、姿勢をよく本当にきれいにくるっとできた時はね、本当にふわっとついてきて重さ感じないの。だからそれで動いてたらね、なんか自分の体がおのずとねいい姿勢で正しく動けるようになりましたね。でも昔のだから錆びるんですよ。だんだん錆びて白い T シャツの上に着たらもう茶色くなるで、今も岡山に置いてありますけどね。だからやっぱり中世の人はそういう鎖片びらを中につけて、その上から金属の甲冑つけてて、それで普通に戦ってたんだけども、多分姿勢がと動きがね無理なく動けるようになってたからスピード落ちないんでしょうね。
あえて重量物があるからはい正しく動かさざるを得なくなっちゃうみたいな矯正器具なんですかね、はい今はウェイトトレーニングやるじゃないですか。で昔昭和の初めっていうのはみんなね鉄下駄塩プロの鉄下駄履いて、で今度はなんか鉛の棒をこうやってこういいようなこうウェイトジャケットって言うんですよ。つけたらウェイトベルトなんですね。スキューバダイビングのウェイトベルトつけて、はいはで走ったり空手の練習したりなんかしてる人いっぱいいたんですよね。全然力が違いましたもんね。なんていうかね。この前ね頼まれてほら特殊装備開発田村装備開発に行った時に、僕ちょっとミリタリーオタクだからこの格好で行って、でついでにモデルガンですけど、で実際と同じ薬莢が飛んで重さも同じものをちゃんとここに入れてかっこつけて行ってでやってみてくださいって言うからやったら、そしたらねいつもよりも楽なの。ここに拳銃、重い拳銃ですよのモデルガンだけども入れてると、でこれ取るとさっきまでのやりやすさが消えて、じゃあこの骨そう盤に骨盤に重みがぐっときてたのが良かったのということが分かって、これやっぱり意味があるんだなと。で昔日本刀を刺してたでしょ侍は。で部屋に入っても小刀だけは刺してましたよね。だから重みがこの骨盤のところにかかる小刀の重みがあることでまた少し重いとなんか何かちょっと重量のものが触れてるっていう感覚もいいですよね。そう重いものが触れてるって感覚がね。で銃の場合も利き腕の側だけでしょ。だから剣の場合も反対側だけでしょ。だからバランスは崩れるはずなのに、むしろいいんですよ。だからフルメタルジャケットでもうあらゆるフル装備つけた自衛官とか兵士がさらに倒れた他の兵士を担いでダーッと走っていくこともありますけど、やっぱそういう力が出るんだと思う。昔のなんか戦場のいろんな話を読むとなんか土佐のなんだっけでしょ長宗我部で長宗我部ので亡くなった戦があって、で彼はもう剣術の腕前も確かな人だったんですけど、最後なんか20何機切り伏せて自分がやられちゃうんですけど、それも朝からずーっと戦ってるんですよ。なんかでその間に最初はこう競ってるんだけど、その間になんか戦況が不利になってきて押されていって防戦に入って、で最初はもう主従ともども戦ってるんだけど、こうどんどんやられていって、で主従も戦う羽目になって、それで20何機切り伏せてっていう、そのね体力っていうか、すごいですよね。主従振り回してて、もう現代人だったらもう1時間もせんうちに動けなくなっちゃうよね。そうその今の体力の話だと最近ほら月刊秘伝にも登場してる金箔の先生、加藤先生、加藤階段に出てきたはい彼はもちろん金箔縄酔いもやってらっしゃるけども、人体断裂の人体ですよ、関節のところの骨について、で結局日本人っていうのは彼は言うには人体で動く人種なんだと。だから筋肉はその江戸時代までみたいなお米食べる生活でそんなに筋肉はほとんどなくって、人体を長時間、使っていろんな行動ができた。で人体はね長く使えるんですって。筋肉はもうすぐ疲労して、血液中に尿酸とかが出てくるから動かなくなるのに、
人体はもうほぼいくらでも上手に使えば、動くと。だから昔の戦場で朝から晩までとか長時間戦ってた人はみんな人体で切り合ったり。日本人って骨が大丈夫だったら大丈夫だっていうのがあったでしょうね、はいはい、肉を正して骨を切るだとか、はいはい、もうダメなことを骨が折れるとかいう、そう言いますね、骨が折れるってね。今の人間だらもう、いや肉切れたら出血が死ぬでしょ筋肉がないんだから動かないでしょ、はい、なっちゃったけど、日本人は骨が大丈夫だったらまずなんとかなるんだってことですね、だから昔の纐纈さんのこの鍛えた大きな体の時見てたら分かんなかったかもしれないけれども、この随分痩せてからの動き見てたって、さっき見せていただいたようなね、膝蹴りのね、特に左の膝蹴りの動きはもう全体の人体、体中のつま先からね、もう頭首から腕先までの全部の人体が見事につながって動いて、膝がビューンといってね、絶対あれならもうかなりの長時間やり続けられるでしょ。現役の頃もそうだったんですけど、いかに疲れない動き方をするかっていうのは、はい、なんか疲れない動き方が結局威力が出る動き方でもあるんで、今いい言葉ですよね。疲れない動きが結局威力がある。で昔の練習でもそうなんですけど、なんか2時間ぐらいミットやり込んだら、途中からパンチ力強くなったとか、で意外にこれいいなと思ったのが、この間うち同乗生と一緒に普通に筋トレして、でもうある程度1時間ぐらい筋トレした後にさらに腕立てしてミットラッシュして、腕立てしてミットラッシュして、休憩時間を腕立てにするみたいにすると、もう当然腕パンパンになるんで筋肉使えないんですけど、みんなパンチ力上がるんですよ。そうで結局この腕に頼れないから、みんなこう体をうまく使わざるを得なくなって、なんか結局10秒間の連続腕立て、30秒間のミット連打っていうので5セットぐらいやったら、4セット目ぐらいにみんなパンチ力強くなるんで、なんならそれまでの普段のパンチよりもそんだけ筋トレしてミットやった時の4本目の方がみんな強くなるんで、これいい練習だねって。ただじゃあ次同じパンチ打てるかっていうと、また次の稽古には戻ってるんでちょっと複数回やったらこれいいのかなみたいな。いやだからやっぱりね、普通の筋肉を疲労させて使えなくしてから、そうなんですよね、意外とその方が威力が出るっていう。だから今の現代科学的スポーツだと筋肉の方を重要視してると思うんで、それが邪魔になるんですよね。だからその邪魔としてもう無意識に動いてしまう、それをストップさせるのはもう疲労させるしかない。余計な制御とかコントロールさせないように頭を殺すために、どんどん疲労させて、でやろうっていうイメージですね。そうですね、だからね、そう思うとね、僕の先生だったら佐川幸義先生、腕立て伏せ2000回、鉄棒振り2000回、それやってから稽古しろとおっしゃってた意味は、筋肉を疲労させてからの稽古じゃないと合気はつかめないよということだったんじゃないかと、今纐纈さんのお話で気づきました。あれで自分の筋肉を鍛えてやれということじゃなかったんですよ。いやでもふとなんか思い返すと、昭和の時代ってなんか東洋の魔女の話が始まって、もうスパルタ訓練寝ればもう死んでやるぐらいのもう鍛え合い方で、試合当日の方がもうよっぽど楽だっていうようなことを、バレーボールだけじゃなくてキックの世界でもなんか飯のジムの黒崎さんがやったし、藤原敏さんなんか話聞くと、なんかミット打てって言われてもう2時間3時間打ちっぱなしでしょんべんとか漏らすのは当たり前だったし、脱粉したとか言うもんね。
脱粉してもらってこうやめたら僕と殴られて、そういう感じだったんですね。藤原さんも言ったけど、もう試合の日が待ち遠しかった、練習がないから。なるほど。もう毎日ずーっと、だからオーバーワークなんてもんじゃない。そうオーバーワークが当たり前で。僕そうか、オーバーワークが疲労させて、確かにその先に、そうね、人体を使ったりなんか合気使ったりする技にいけるんですね。そうですね、確かになんかそう疲労困憊した時にパンチ力上がったとかは、僕も実際体験でやったんで、でこの間久しぶりにその筋トレして一緒に僕も腕立て見てやった時にちょっと調子よくなったんですよね。なんか体の感覚が良くなったので、これいいなって、思ったんで、ちょっと今ふと思い出して。俺も入門当時にこうやってるじゃん。毎日立てながらスクワット、起き上がらないもので腹筋、背筋、腕立てって追い込まれてるんですよ。だからもう1日でもう筋肉痛でもうどうしようもなくなって、もう冷えたら体動かなくてって言って、翌日どうなんかなって言って、翌日は案の定やっぱりもう半分もできなくて、でそれでちょっと目つってなんかごまかしやるようになってできるようになるんですよね。でもそれもなんかね、なんていうかこう余計なことを考えずに目をつぶってやったら意外とあれさっききついなと思ったのにちょっときつくないなとかその繰り返しですよね。なんていうかね、人間ってなんかこう自分の気持ちだとか体から伝わってくるなんかこうちょっとしたきしみだとか痛みだとかっていうのを敏感に察知してまたイメージを作って、そのイメージでまたブレーキになって、それを永遠にそれやってんだよね。いや確かにね、そうなんですよね。でその あくまで金箱に持っていこうとしてるんじゃないんだけども加藤先生からいろいろ聞いてたら、人間の体って自由に動けてるよりも一部束縛されて動かなくなってる時の方がちゃんと動けるんだと。だからもう完全にフリーよりも、だからさっきの重いね、刀とか銃を下げる、そしたらそれである程度もう動きが制限されるのと同じで、なんかそういう力を人間って秘めてるんですね。制限されるから使わざるを得ないから使えるようになるみたいな感じですかね。名前ちょっと今出てこないんですが、パリ大学で脳科学の専門家だった日本人の人がいて、で彼はもともとプロのボクサーで、学問もしながらボクシングもやって、でそのことでパリ大学の、ボクシング部の監督もやってる。でかつ脳科学をやってるから、できるだけそのボクシングやる人の能力を引き出すようなその脳の使い方とか練習の仕方を工夫してやってたんですけどね。でその方と僕脳科学そうだ、これにあるこのね後で差し上げるって言った「脳と刀」っていう本の最後にね、そうだ、その人と大家さんというパリ大学の人と対談したんです。愛機解明を目指してという対談を、この大家さんと僕で、この大家さんって人がそのパリ大学で脳科学研究してて、それからプロボクサーだったということでボクシング部の監督をやって、でその彼がこの対談の中で教えてくれたんですが、プロボクサーが練習するときにトレーナーがミットをつけますでしょ。そのトレーナーが元チャンピオンとかすごいボクサーだったという人であれば、ここに打った後に
この選手をどこを打たせれば伸びるかという場所が分かるんです。でそこに次のミットを構えておくと。でその次は今度はここを打たせればこいつは絶対にマイナスポイントが減って得意な動きだけになるだろうということをもう瞬時に判断してパッパ打たせてくれて、でそれで結局その人の能力が上がると。ただこれをそこまでの人じゃなくて、あるいはボクシングやったことがない人がただ右左でミットを受けたんでは逆に全然ダメになっていく、本当に潰れることもあるんだそうです。でそれはなぜだろうかといろいろ考えて、やっぱり決まったところ、次はここに行くという、次どこでもいいんじゃないんだと、左打った後に次どこでもいいわけじゃなくて、ここに左打った後はここに来ないといけないという束縛された条件付きのところがあるんですね、人間には。でこっちへ打った場合は次には今度はこの右で相手のここに来いと、それがねもう決まってるらしいんですね。もちろん人にもよりますが、だからそういうそれがもう束縛というか最適の場所、それを束縛という表現してるかもしれませんが、そういうね、なんかさっきのね月刊秘伝の方の収録の時におっしゃってた、あるいはその後の雑談の中かな、なんとかの刃、鬼滅の刃が出たからお弟子さんたちに言えなくなったけどその前はちゃんとね纐纈さんが次に相手のどこつかなきゃいけないっていうその場所とご自分のね拳がこうラインでつながっていて、そこを打てば必ず相手当たってダメージになると。だからそれももう本当にそれ以外の方向行っちゃいけないんですよ。だから束縛されてるんですよ。もうそこを突き進むしかない。でもそれで一番ベストなんですね。人間の体ってこうやってね前田さんとか纐纈さんみたいに体験でそれを体験と努力でそこまでね、分かってらっしゃる方はいらっしゃるんですけども、理屈とかねなんか人間ってそういうもんなんだというふうに頭で考えてそういうことをなんか体系化してる方っていらっしゃらないんですよね。そこをねお二人は見事に実体験でそこを勝ち取られてるからね、僕はもうすごいと思ってさっき月刊秘伝に登場していただいたんですよ。自分の66年間の施策の結果、日本と武術、大和心と大和魂っていうものの本質だと思うんですね。はい、本当は体にも内容があったはずなのに、決め技があったはずなのに、関節技があったはずなのに、全部ボソッと取られちゃったんですよ。だからみんな自分の中で違う実践を持ってるんですよ、みんな前提が違うんですよです。今回はちょっとご質問いただいた、ローキックの、流しですね。実はこの流しに関しては僕に関してはもう本当試合中に偶然できた技で、あれ？誰？あ、どうぞ。マジで？